皆さんこんばんは。玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正幸が送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正幸さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。今回のシリーズは、スポーツは教えてくれると言いながら、自分が喜んでいるスポーツばっかり喋って、なんて言いますか、勝手に喜んでるだけではないか、お前、とか言われそうな感じはしているんですけれども、今回もそういうものを選んでしまいました。はい、というのは、市川崑さんの映画、東京オリンピックですね。これは素晴らしい映画で、絶対に見なきゃいけないんですね。スポーツ、もしスポーツライターになりたいなと思ってる人がいたならば、この映画をだいたい10回以上は、もう最低でも10回は見てほしいですね。あらゆるいろんなところにいろんな要素がいっぱい入っている映画で、まあなんと言っても本当すごいなっていう感じがする映画です。で、はっきり言いますと、私も最初は気づきませんでした。こんなにすごい映画だと。なぜが気づかなかったかっていうと、はっきり言うと私の頭が悪かったからですね。最初見た時なんかなんじゃこれはっていうような感じもあって、まあ感動はしたんです。スポーツの素晴らしさで感動はしたけれども、不思議なところが非常に多かった。不思議なところって一体どういうところかっていうと、例えば、開会式があって、開会式が映ってる時に、ふっと、映像が変わって、開会式ですよ。これポスターですね。当時の東京オリンピックのポスターですけども、開会式が映っている時にね、突然、お母さんが、子供のトイレの前で、子供のおしっこさせている、映像が出てくるんですね。の準備をしている。なんじゃこれはっていう感じですね。それから開会式をやってる、もう要するに世紀の祭典が始まって、天皇陛下も出て、挨拶するような時に、恋人同士が抱き合ってるながら、どこにいるのかわかんないけれども、国立競技場のどっかにいる映像がちらっと入るんですね。なんじゃこいつはっていう、これ開会式のシーンですけれどもね。それはなんじゃこれはっていうことを思ったのは、それこそ、中学生の時ぐらいから、2、30年なんじゃこれはが続いていたのが、40歳ぐらいになって、っと気づいた時には、参りましたね。なるほど。世紀の祭典と言われて、アジアで初めての、第二次大戦が終わった後19年しか経ってない、20年も経ってない、時のオリンピック、その大祭典が始まっている中でも、もっと大事な人は大事なことをやっているっていうことをね、市川崑さんはちゃんとちらっと示してるんですね。お母さんが子供の世話をする。恋人が恋人といて嬉しいって。これ、当たり前ですね。何が世紀の祭典だっていう。この過激さ、ラジカルさ。これがね、やっぱり全編にわたって、流れているのが、市川崑さんの凄さですね。ですから始まる時に、もう映画の話入っちゃったからやりますけどね、先に。でっかい鉄の玉がバーッと出てきて、壁を壊すんですよね。壁っていうかビルディングの大きい壁を。要するに日本の破壊と建設が始まるわけですよね。で、それでどんどん建設が始まって、いろんな、施設が出来上がってきて、タイトルが東京オリンピックって出るときに、銀座が映るんですね。当時、まだ都電が走っていた銀座ですね。で、車もいっぱいあって、汚い街ですよね。それで、東京オリンピックで、汚い街が映る。なんじゃこれはですよ、これも。これは、でも本当、これすごいなと思うようになったのは40過ぎてから。なんじゃこれはでしたね。で、これ、本当に
そういう映画を作られた千川昆さんすごいんだけれど、これ、東京オリンピックが、公開された時、大論争が起こりましてね。要するにこれは記録じゃないと。芸術映画を撮ったのか知らないけど、こんなもの記録として残ってないっていうね。要するに記録か芸術かっていう。記録が芸術かっていうのでね。まあ芸術としても素晴らしいんだけれども、まあ記録としても僕は素晴らしいと思うし、と思っていて、市川崑さんとはね、その後ね、ものすごく嬉しいことに何度も会うことができたんですよ。それもね、初めて会ったのがね、実は、レニー・リーフェンシュタールというね、ドイツの女流映画監督で、ヒットラーにすごく可愛がられたっていうので、ベルリンオリンピックこれそうですね。私も若いですけれども、これ1992年、93年かなレニさんがね、日本で出版した自伝の、まあ、宣伝にやってきたとき、市川崑さんと座談会をやるので、司会をしてくれっていうふうに中央公論社から言われて、初めてお会いして、話したとき、この話は面白かったですね。市川さん、この時でもタバコ吸っておられますよね。市川さん、このタバコを常に吸っているために歯を一本抜かれたそうですね。あそこに、タバコ挟んどくように。まあ、それもすごいんですけど、この横におられるレニー・リーフェンシュタイルという人の、この時90歳以上ですよ。で、90歳以上で、スキンダイビングの、免許を取って、地中海の水中写真を撮ってたんですね。で、この方のね、この時にサイン本もらったんですけどね、これちょっと映るかしら。このヌバっていうね、アフリカのね、黒人とか、現地人の写真集ですね。すごい写真集ですよ、これもう。これにね、サインもらったんですけども、こういう写真集ですね。この人のもう迫力もすごかったけれども、レニリー・フェンシュタルグさんが撮った、ヒトラーの支援の下で撮ったベルリンオリンピックの記録ですね。記録映画ですね。民族の祭典と美の祭典という。これが日本で公開されて、それでもうみんなびっくりしたわけですね。ドイツの凄さに。要するにナチスドイツの凄さに。それでバスに乗り遅れちゃいけないっていうんで、三国同盟とかをみんなが認めるようになってしまって第二次大戦に入っていくっていうこともあるんだけれども、このレニー・リーフェンシュタールさんの、なんと言いますか、能天気というか、要するに、とにかく美しいものを撮りたいっていう。で、その美しいものを撮るためには、もうどんな手段を使ってでも撮るんだと。だからベルリンオリンピックの記録なんかでも、ものすごく後取りしてるんですよね。試合そのものを取ってないんですよね。だからその時、石川崑さんなんかの話した時に面白かったレニさんが、日本の棒高跳びの選手が銀メダルと銅メダルと取るんですよね。そうしたら、撮影があるのに、祝勝会行っちゃって、酔っ払ってしまう、お酒飲んで酔っ払ってしまって、それから、取らなきゃいけないからっていう、わざわざ祝勝会から戻ってきてもらって、取ったら、酔っ払った目つきがすごく良かったとか言って喋るんですね。まあ、その時なんか私なんか頭の中にやらせという言葉がこう浮かんだんですけど、それで、市川さんにドキュメンタリーですよねとかって言ったらさ、いや、映画作ってるんですよっていうふうに簡単に言われたのすごかった。だから石川さんの東京オリンピックも芸術かドキュメンタリーか、あるいは芸術か記録かというふうに言われた時に、それについての質問もしたんですけど、たった一言ですよ。俺は映画作ったんだよ。映画としてよく完成されてるか完成されてないかっていうだけの話で。で、それで見てみたら映画としては最高の映画ですよ。要するにスポーツのものすごい素晴らしさと同時にスポーツのスポーツばっかりがすごいんじゃないっていうメッセージまで。
そうですね。入れていると。おまけに東京の街の汚さまで入れてると。うん。だからマラソンの出発点のところへん空撮で映るんですけれども、上の方がスモッグがかかってるのかわかりますからね。よく見ると。そういうところもあるし、要するに1964年というの、日本に1964年の東京の記録としては、すごく残ってるわけですよね。そういうすごい映画だっていうふうに気づくのに、30年以上かかりましたね。やっぱり人間年取らないとダメですね。本当、一番初め見たのは中学1年の時ですからね。その時に見て、すごい素晴らしい映画だなと思いながらも、なんか頭の横に引っかかったものがいっぱいあったわけですよ。それは土砂降りの雨の中でハンマー投げの競技が始まって、そのハンマーが雨の芝生の中にズドンと入って、それを思い切り引っ張り出すシーンなんていうのが延々映るんですよね。オリンピックとは関係ないはずなんだけれども、そんな風にしてオリンピックが作られてるっていうことを見逃さないでやったっていう。それがすごいのと、この市川崑さんの映画、その後で調べてすごいなと思ったのは、コンテが全部あるんですよ。要するに、ドキュメンタリー映画ですよ。それで、例えば100メートルを撮りますよね。その100メートルの、はじめブラブラしている選手が漫画で書いてあって、漫画っていうか、コンテでね、絵コンテで書いてあって、その後クラウチングスタートをする時の顔のアップが絵に書いてあるんですよ。で、そこで唇が動いてるとか書いてあるんですよ。それ全部映画になってます。それすごいんだけれど、その映像がすごいだけではなくって、そこを狙えと言った、なんだか市川さんの凄さ。まあもちろんそれを発見するまでに何回かその100メートルのスタートをいろいろ予選から見られて、これだって思われたんでしょうね。そしたら黒人の選手が唇をビラビラビラ動かしてるんですよね。イラ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 と。そういうシーンをどんどん入れるわけですね。これをすごいなと思いましたね。それからこれ、東京オリンピックではね、柔道で神長という無差別級の選手がヘーシングに負けて、日本中が涙とかって言われて、大ショックと言われたんですけれども、この映画で見ると素晴らしいんですね。敗れた神長選手が笑ってるんですね。ヘーシングで握手するときに。あの映像すごいですねって市川さんに言ったら、あれはカメラマンの腕だよっていう風に言われたんですけれどもね。やっぱりね、世の中の空気に流されないで、自分たちの見ているそのものの、これこそ伝えるべきものだっていうものをカメラマンにまで到達させた。その監督の力がきちんと出た映画ですね。ですから、有名な女子バレーでね、大松監督という人が、スパルタでいろいろ頑張ったとかいうようなことが言われましたけれども、大松監督っていうのは、第二次大戦の時のインパール作戦の生き残りなんですよね。もう大量に人が死んだ後の、あの人が、スパルタで練習したっていうけれども、本当はすごくサイエンティフィックに科学的にやっていたことを全然鬼じゃなかったっていうですね。そうそう。だけど、それをすごいなと思ったのは、金メダルの瞬間、一人でぼーっとしてる大松監督。みんながわーって喜んでて、選手も喜んでいて、みんなが喜んでる時に大松監督一人ボケーっと、長椅子に座って鼻こすってるんですね、こうして。その時に、あれすごいですねって、あれ言ったら、市川さん自身も、あれはすごかったって言って、それ見た時に、取れって言っても、あれ大声出したもんなって言っておられて、やっぱりそういう取れって大声出して現場で言ったのは、そのシーンと閉会式のシーンだって言っておられたんですね。それと、最初にね、聖火リレ
やって、はい。ものすごく大きな富士山が綺麗に映っうん。て、はいはい。目の前を聖火がバーッと走っていくんですよね。うん。あれすごいんですけども、実は聖火が富士山の前走った時って8月なんですよね。ほんで、その時は雪なかったはずですよねって言ったら、市川さんなんて言ったかというと、富士山に雪がなきゃおかしいだろうって言ったんですよね。で、それからまたですよ。映画撮ってんだからっていう。うん。これはね、すごかったですね。だから、レニー・リフェンシュタールみたいに、ものすごくたくさんのものを作った、うん。という映画ではなくって、一つか二つ、三つって言ったかな。後から撮ったのは、チャスラフスカの演技。これはい。はやっぱり照明をきちんとして一人で、やってほしかったっていうのうで、後撮りをん。したっていうと、それと富士山、それと、そうそう、富士山。それとつぶれや、マラソンのああ、3位。はい。はい。3位になって銅メダルかけて、東京国立競技場に初めて日の丸が上がったといううん。時のシーン誰もアップで撮った人がいなかったっていう。だから終わってかあら、自衛隊の、基あ、はい。地に行って、はい。銅メダルかけてもらってアップ取ったって、それくらいだああ、なって言っておられましたけどね。うで、そんなん。時に体操の、映像の時なんかに、すごいうん。音がするんですよね。こう、床をこする音なんか、シュッシュッシュッとか、それあから鉄棒の時あ、にブそうーン、ですね。ブーン、入ってブーンましたね。とかで、うん。あれはあんな音は出るんですかねって言ったら、絵が作ってんだよって。あれ SE じゃないかって言ってね、サウンドエフェクトですようね。ん。それは映画としては当たり前のこうとだっん。たんですね。というようなことをね、あのー市川さんにもいろいろうん。話聞ける機会もありましたし、まだ自分で見て感激したこともあったという東京オリンピックは1964年で私にとっては終わりましたね。ほんで、もう一回あるからって思って、まあ期待していたらコロナはまあ非常にある意味不はい。幸だったですけども、うもうちょっん。といいまとめ方があったんではないかなっていうのは、今非常に、うん。残念なところがあります。うで、近ん。々私が尊敬している一橋大学の名誉教授の、はい。坂え上先生です。坂上先生に出ていたはい。だこうと思ってるんですけども、最はい。近坂上先生がすごいことをおっしゃっていて、はい。2020年、まあ、うん。2020年って言いますよね。本当に開かれたのは2021はい。年ですけど、21年。2020年の東京オリンピックの最うん。大のレガシーははい。何かっていうのが、わかりますん小崎さん。なんと答えます？レガシーですか。負のレガシーしか思いつかないんですけど。これね、面白いなと思うのは、あのー今、大阪・関西万博はい。も大開かれてま阪万博。はい。すよね。はい。それから、札幌オリンピックもやる予定でいたら、あ、これははいはい。完全に失敗しましたね。うん。日本の計画が、うまあ、ん。はっきり言ってずさんで、ううん。ん、ほとんど選ばれると思っていたのがダメになってしまった。うん。もうそういうものを全部、1964年から70年の大阪万うん。博、うん。東京オリンピックと大阪万博を繰り返そうとして失敗したのと重ね合わせて、はい。2020年東京オリンピックの最大のレガシーはっていうのに、坂上さんが最近私メールもらった時に書はい。かれていたのが、はい。あの、日本がオリンピックに頼らなくなったこと、うん。これが要するに最大のレガシーではないかって。オリンピックを考えないようになってるそう。だ今時から、代ですよね。ちょうど。正しいその次の青写真はできていない。う要するに、オん。リンピックと万博抜きの日本の未来の形うん。というものを、やっぱり今こそ作らなきゃいけない。うそれがでん。きていないっていうのは大きなことだなと。うだってそれん。がオリンピックと万博のない未来、う今度は、ん。だったら IR だって言って、ギャンブルかよっていう、それはないだろうっていうね、う感じもん。含めて、やっぱり
オリンピックと万博に頼ってきた高度経済社会の日本と、その後の、まあ、そうですね。ね、その後の、発展のなかった30年のことも含めて、第2回目の東京オリンピック、2回目の万博があったわけですからね、これの総括として、やっぱり、オリンピックと万博のない、日本です未来、考えましょう。まあでも、市川崑さんの、映画の最後は、ちょっと示唆するものが入ってますよね。いいですね。あれですね。聖火は、天に帰っていったって、この作られた平和を、このまま終わらせていいのだろうか、っていうことですね。あれは作られた平和だったんですね。1964年の東京オリンピック閉会式でもう世界中の人がもう大騒ぎするような幸せな瞬間があって、その時は、コンさんも、東京、国立競技場に設置した10台ぐらいのカメラを走り回って、撮れって言ってたらしいですよ。もう選手たちがもうバラバラに入ってきて、みんながもう世界が一つになったわけですよね。五輪の輪がね。それは演出もそうだったですね。松明を持った5つの輪が1つの輪になったっていう。まあ、それがあったのが示唆的ですね。このまま終わらせて。市川さんの前は、本当は黒澤明監督がやる予定だったんですよね。で、黒澤明も、やはり平和っていうことをメインに置いて映画を作ろうっていう脚本があったっていう話ですよね。ノーモア広島っていうのを出したかったっていうのは、ね。なるほど。今残ってますよね。黒沢さんがそんなこと言ってた？最初に引き受けた時にそういう案を出して、聖火をアテネから広島に上陸させて、そこで祭典を開いて、でその日が東京へ行った時に、で聖火に着いた時に世界中で炎が上がってみんなでノーモア広島だっていうことを言いたいっていう案を持ってたっていう話ですね。そんな話私知らなかったけど、黒澤明全集まで読んでるくせに知らなかったですけど、いや、いい話ですね。教えてくれてありがとう。調べてみよう。なんか、キネマ旬報かなんかの連載にありましたね。なるほどね。だから、黒澤明も市川崑さんもやはり平和っていうところをオリンピックを見て思ったってことですよね。私こういうものも今日持ってきてて、キネマ旬報のこのキネマ旬報の古いのは何かって言いますとね、この中に東京オリンピックの映画の台本が全部出てるんですね。これ小崎さんにはコピーあげなかった？いや、もらってないです。谷川俊太郎さんもいるんですよね。面白いですよ。これね、多分ね、あの方が、谷川俊太郎さんの書かれたんだと思いますけど、これの序文があるんですよ。この中でね、要するに当時流行っていた NHK のテレビ番組の私の秘密っていうのがあって、これは小崎さんなんか知らない？すごい人気のある番組で、僕なんかはもう毎週見てたような番組なんですけど、高橋慶三さんの司会なんですけども、その時に必ず言ってたのが、事実は小説よりいきなりと申しましてて、この世には不思議なことがいっぱいありますって言って、そこで谷川俊太郎がそれをものすごい批判してるんですよ。事実が小説よりいきなりっていうもの、これを無邪気に信じている世の中はダメだと。要するに作り物は嘘で、事実が尊いのだっていうような考えを、この映画で書いてありますよ。思い切りぶち壊さないといけない。要するに作れっていうことを言ってるんですね。何を作るのかってスポーツの素晴らしさ。要するにオリンピックの素晴らしさを、要するにドキュメントするんではなくって、作れっていうことなんですね、映画としてね。これがね、この台本に載っているっていうのが、
これが素晴らしいなと、今、うんキネマ旬報のこと言われたんで、思い出してよかった。後ろに用意していたのに、使わないで終わることだった。ついでに出してみましょうか。はい。はい。こんなものも持ってます。これは、朝日ソノラマってごソノ存知ですか？ラマって、レコードです。そのシートっていうのが昔はあったんですよね。こういうあレコードですね。あ、これ当時のまんま、うん。買って残してたもんですね。それはこれはオリンピック。東京オリンピックの、これはさっきちらっと出ましたけれど、絵はがきですね。ああ、ポスターこういう、ですね。うん。こういうものをね、なぜか今も残しているという、こんなものもありましたね。あ、切これ手ですか？記念切手。記念これ、切手です。作らなきゃいけないやつですよね。IOC が決めてるんですよね。オリンそうそピックをうそうそう。開いた時には記そう。念切手を作らなきゃいけない。作らなきゃいけないっていうのは。これ記念切手はね、これだけ、すごいある。すごいあるじゃないですか。東京オリンピックバカだったんですよね。はっきり言うと。小学校6年生の時だったんですけど、とにかくわけわからんけど感激しましたよ。ほんで、中学1年になって市川崑さんの映画を見て、またまたバカみたいにびっくりしてしまって。で、もう、当時のおられたんですね。これ、東京。写真集です。第18回オリンピックの写真集ですね、これ。こんな分厚いのもあります。だからこっちよりも、もう一つどっか行った。もういいや。というような東京オリンピック、私の今でも覚えているのは、はい、我が家が電気屋だったので、カラーテレビ、東京はごめんなさい。京都に3台しかないカラーテレビのうちの2台が我が家にあって、電気屋にあって、1台を祇園町の12段屋というお店にこう収めて、はい、で、もう1台は我が家でみんなで見ていたという。そこに町内の人がみんなで集まってきて、全部でも道路まではみ出た人を合わせれば50人いたかなっていうぐらいの小さな店でしたけどもね。そこで会って開会式が始まったら、見事な開会式だなーって、みんなボケーっとして見ていたんですけれども、カメルーンだったかな。アナウンサーがたった2人の行進で、全くけなげであります。全くけなげでありますって言ったんですよね。その時に後ろを振り向いて私はお父ちゃんに、けなげって何って聞いてね。今でも覚えてて、ね、その時に答えは何答えられたか分かんなかったけど、後ろ向いた途端に、前の方の席に子供たちが15人ぐらいいたんですけど、後ろ全部大人が立っていたんですけど、みんな泣いてましたね。涙ボロボロ。ところが、笑顔であんだけ涙流している姿見て、なんかすごかったな、というような感じがしたい。その意味。それは、なぜでしょうか。それはやっぱりね、うちの親父なんかでも、3度王将されて、中国戦線の武将観光にいて、上海で武装会場で、終戦になって、それで戻ってきた。それから19年しか経っていない人たちですよ。戦争を経験した。そこであった東京オリンピック。だから、いろいろな意味があって、まずい点もやっぱりいろいろあって、初めてね、赤字国債が出たのも東京オリンピックがきっかけですからね、はっきり言いますとね。そういうことも言えるんだけれども、まあ一つのレガシーはあったというふうに私は思っています。で、2020年の2度目の東京オリンピックのレガシーは、もう東京オリンピックをやらないこと。考えない。東京オリンピックとか大阪万博と違う日本の姿を作りましょうということですね。今日はなんかほとんど、おっさんのヨタ話になってしまったかもしれませんが、オリンピックのこの映画については、今度
坂上先生が来られた時に、もう少し、緻密な話で、盛り上がりたいと思います。はい。というわけで今日はありがとうございました。はい。ありがとうございます。今週のテーマシリーズ、スポーツは教えてくれるでした。では、皆さん次回の配信も楽しみにしていてください。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。